こんにちは。今日は、外国語で話すのを上達させる方法っていうことについてお話ししようと、思います。まあ、外国語っていうのは、まあ、一つの言語だけじゃなくて、例えば日本語とか英語で話すのを上達させる方法っていうことだけじゃなくて、まあ、これ今から結構一般的なことについて話すんで、まあ、どの言語にもね、この方法使えると思います。なんで、今、何か言語、勉強してる人、まあ、日本語もそうですし、何ですかね、まあ、中国語とか、スペイン語とか、まあ、どの言語でもこの方法使えると思うんで、外国語を話すスキルを上達させる方法っていうことについてお話ししていこうと思います。まず最初にじゃあ結論から言いましょうか。その方法は、独り言ですね。誰か言語のパートナーとか、その外国語のネイティブの人と話すんじゃなくて、自分に話す、独り言をするっていうのがね、まあ、話すスキルを上達させるときに本当にね、役に立つんですよね。特に、まあ、もちろん、人によって、いい方法、その話す、まあ、話すだけじゃなくて、その外国語を勉強するときにいい方法は人によって違うと思うんですけど、僕はこの話すスキルっていうことについて、独り言が一番役に立ったんですよ。で、まあ、これをね、おすすめ、友達におすすめしたり、僕の学生さんにおすすめしたり、するんですけど、まあ、その人たちからもね、いい、フィードバックもらってるんで、今日は、このポッドキャストで、独り言がいいっていうことについて、話そうと思います。で、後でね、その独り言を話す時に使った方がいいポイントも、まあ、2つぐらいあるんで、それも、まあ、最後まで聞いてください。お願いします。で、独り言の方法としては、まあ、僕、このポッドキャストで何回か話してるかもしれないですね。話してないかもしれない。この方法、いろんな人に言い過ぎて、ちょっともう忘れちゃったんですけど、独り言っていうのは、まあ、もう何をする時でもいいですけど、例えば、まあ、シャワーに入っている時に何か、まあ、何しますか皆さん、シャワー入ってる時。音楽聴く人とかいると思いますけど、あの、まあ、音楽聴くのもね、もちろんいいんですけど、もし話すのを早く上達させたいんだったら、その時間も、有効に使った方がいいと思うんですね。で、シャワーをする前に何か一つトピックを決めて、で、そのシャワーに入っている間に自分が考えた、アイデアとか意見をそのまま、自分に向かって話す。僕が思う外国語を話すのを上達させる、いい方法なんですね。で、この独り言のいいところは、気まずい沈黙がないっていうことですね。本当、もうこのポイントだけ。で、このポイントだけなんですけど、このポイントが一番大きいと思うんですよね。特に、まあ、シャイな人とか、僕も結構シャイなタイプなんですけど、まあ、外国語を勉強してるときに、外国語を使って、他の人と話す時って、まあ、自分が、何か考えながら話してるせいで、他の人を待たせて、で、迷惑になってないかなって考えたり、まあ、普通にその単語を探してるとか文法を考えてる間に、生じる、その、気まずい沈黙ですよね。それがあるのが結構辛いんですけど、まあ、一人だとね、その気まずい沈黙がないんですよね。まあ、自分に向かって話してますから、間違ったことを言ってもいいし、たくさんミスしてもいいし、まあ、自分の意見を話す前に、まあ、そのファクトチェックみたいな感じで何か調べることもできますし、その他の人と話してる時にね、まあ別に他の人と話しながら自分の意見を話す前にまあ調べるってこともできますけど、その、まあ会話ってね、結構
速いスピードで進んでいくんで、そういう時間も、まなんかそういう時間があったらやっぱり、気まずい沈黙ができてしまいますから、そういうのが好きじゃない人にとっては、やっぱり独り言ってね、いい方法だと思うんですよね。逆に沈黙を気まずいと思わない人も結構いますよね。僕も、話を聞く側だったら、沈黙は気まずいと思わないんですけど、自分が話す側だったら、なんかちょっと沈黙は気まずいなって思うことがあるんですよね。なんでこのポッドキャストも、極端に言えば、独り言みたいな感じですよね。もちろんパートナーがいるポッドキャストもありますけど、僕今一人で話してるんで、こうカメラに向かって、ただ自分が思ったことをただ話すっていう。それで最初の頃は、自分が言いたい単語を調べたり、自分が、あの使いたい文法を調べたりしながら話さなきゃいけないんですけど、自分がよく使う単語とか文法が分かってくるんですよね。たくさん独り言を話していると。なんで、独り言すればするほど、その自分が使いやすい単語とか、使いやすい文法のパターンが増えていって、で、結果的に、本当の、パートナー、例えばその外国語のネイティブの人と、話すときにあまり長い時間考えずにパッパッと話すことができるようになるんですね。で、この独り言をするときにね、独り言だけじゃなくて、外国語を話すときに、大切なポイントっていうのがね、2つあるんで、それについても話そうと思うんですけど、まず1つ目が、短い文で話した方がいいですね。特に最初のうちは、短い文で話すっていうことを意識してみると、いいと思います。頭がいい人によくあるんですけど、頭がいい人とか、えある程度大人になってから、あの、外国語を勉強し始めた人って、もなんて言うんですかね、その知識が頭の中にいっぱいあるし、その自分の母語で難しい言葉たくさん知ってるんですよね。なので、外国語で、その、自分の考えていることすべてを同じように表現するのは最初のうちは難しいんですね。なので最初の時はももちろん勉強を続けていったり、独り言を話し続けて上級者になったら、そういう複雑な文とか複雑な言葉を使いながら話すのもね、できるようになるんですけど、初心者の間はそう短い文で話すっていうのを意識しながら話した方が上達するスピードが速いですね。で、二つ目のポイントも、これにちょっと似てるんですけど、とにかくシンプルに考えるっていうことですね。やっぱり頭がいい人が外国語を勉強した時って、何かトピックがある時に、頭の中にいろんなアイデアが出てくると思うんですよ。このトピックについての自分の意見とか、最近ニュースで聞いたこのトピックについての情報とか、大学の時勉強したこととか、家族が言ってたこととか、いろんなことが頭の中に出てくると思うんですけど、それをね、一度もう、忘れて、とにかく自分の意見だけに集中するんですね。もうシンプルに考える。で、これが、独り言でも大切ですし、初心者のうちは日本語や、他の外国語の練習をするときに大切なこと、ですね。で、この2つのポイント、短い文で話すとシンプルに考えるっていうのを続けてたら、少しずつ、上のレベルに自然に行くんで、ずっとシンプルに考えてるから、上級者になった時もシンプルなことしか言えないって思ってる人もいるかもしれないんですけど、そんなことないんで、大丈夫です。続けていくうちに、だんだんちょっと
もう少しレベルが高いこと言ってみようとかね、自然に話す言葉も文法も複雑になったり、自分の、考えていることと自分が外国語で言いたいことがリンクしてきて上手に話せるようになるんで、とにかくこの独り言っていうのはその外国語を話す時に外国語を話すのを上達させたい時にいい方法ですね。僕も普通に日本語でもまだまだ話すのが上手じゃないですし、今でも新しい日本語の表現とか勉強することもありますから、なかなか終わりがないんですけど、とにかくね、その独り言、外国語を勉強するときに独り言を言ってみるのもいい方法だと思います。今日はそういうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。